今回はですね、未来を動かす電力というテーマでお話しします。AI がものすごい勢いで電気を使い始めてるんですけど、これがなぜ今最大の投資チャンスなのか、スライドを使いながら皆さんと一緒にじっくり見ていきたいと思います。あなたは今、歴史が動く瞬間の手前に立っています。2023年に始まった AI 革命って、これただの技術の進化っていう話じゃないんですよね。僕たちの働き方とか暮らし、社会そのものがもう根っこから変わっちゃうような、そんな大きな地殻変動の始まりなんです。さて、このスライドを見てください。これ、AI の隠されたコスト、つまりとんでもない量の電気の話です。2023年の時点でも世界の電力のおよそ 2% を AI が使ってたんですけど、それがですよ、2030年にはなんと 10% を超えるって言われてるんです。これすごくないですか？わずか数年で5倍以上ですよ。例えるなら、日本みたいな国が丸ごと数個新しくできちゃうくらいの電気が AI を動かすためだけに必要になるかもしれないってことなんです。このエネルギー問題こそが今回の話の肝なんですね。しかも、この問題って僕たち日本人にとっては特に深刻なんです。なんでかっていうと、AI っていう新しい血液をどんどん送り込みたいのに、その血管に当たる送電網が日本中で古くなってボロボロになってきてるからなんですね。例えるなら、最新の F1 カーに何十年も前のサビサビの細いパイプでガソリンを送ろうとしてるみたいなもんなんですよ。この古いインフラと新しい需要のギャップこそが今日本が直面している危機の正体なんです。でも、こういう危機っていうのは見方を変えればとてつもないチャンスでもあるんですよね。じゃあなんで賢い投資家たちがもう動き出しているのか、その秘密に迫っていきましょうか。実はもう気づいてるプロの投資家たちはこの大きな流れを完全に見抜いてます。彼らが静かにお金を投じ始めてるのがこのスライドにあるような分野なんですね。例えば巨大なバッテリーを作る会社とか、電気の通り道に絶対必要な電線とか変圧器の会社、そしてこれまだ知らない人も多いかもしれないんですけど VPP、 これは電気を賢くコントロールするソフトウェアの会社ですね。もう水面下ではね、静かにお金が動き始めてるってわけです。この状況って歴史を振り返ってみると、前にもあったなーって感じなんですよ。1990年代にインターネットが普及し始めた時、みんなが光ファイバーを引きましたよね。2010年代には太陽光発電がブームになってパネルだらけになった。そして今2020年代は AI のための電力インフラ。新しい技術が花開く時、その土台となるインフラへの投資が爆発する。これって歴史を見れば何度も繰り返されてきたお決まりのパターンなんですよね。まさにこのスライドの言葉が全てを表しています。投資家にとって電力不足が意味することは一つ。大規模なインフラ投資の波が不可避であるということ。だって AI 社会の進化はもう止められないし、そのためには電気が絶対に必要だからです。社会がどうしても解決しなきゃいけない大きな課題っていうのは、次にお金がどこに流れていくかを示す、もう一番わかりやすい道しるべ、サインになるわけなんです。じゃあ、この大きなチャンス、具体的にどこを見ればいいんでしょうか。ここからは、この電力インフラっていうテーマを3つのレイヤーに分けて分かりやすく見ていきたいと思います。まず第一の層、これは古くなった送電網を新しくすること。日本の送電網って多くが高度経済成長期に作られたものなんです。人間で言えばもう還暦を過ぎたくらいのベテランなわけです。そうなると当然ですけど、これらを新しいものに取り替える必要がありますよね。だから関連するメーカーにはもう嫌でも注文が殺到するっていう構図なんです。そして第2の層が系統用蓄電池。これ何かというと、電力網全体で使う超巨大なモバイルバッテリーみたいなものです。太陽光発電って晴れの日はたくさん発電できるけど、夜とか曇りの日はゼロですよね。そういう気まぐれな電気を一旦この巨大バッテリーに貯めておいて、必要な時に安定して使えるようにするんです。これ実は国の政策としてもめちゃくちゃ後押しされてるんで、関連する会社にとってはまさに追い風がビュービュー吹いてる、そんな状況なんですよね。そして最後、第3の層。これがね、まだ多くの人が知らない隠れた宝石、VPP です。仮想発電所とも言いますね。これ何かというと、例えば皆さんの家にある電気自動車とか、工場の自家発電機とか、日本中に散らばってる小さな電源をインターネットとソフトウェアの力で全部つないで、あたかも一つの巨大な発電所みたいにコントロールする技術なんです。
これってすごくないですか？大きな発電所を新しく作らなくてもソフトウェアの力で何とかしちゃうっていう。まさにこれからの電力システムはハードだけじゃなくてソフトウェアが主役になっていくってことなんですよ。さて、ここまででなんでこの分野が熱いのか、そして具体的にどこに注目すればいいのか、なんとなく見えてきたんじゃないでしょうか。じゃあ、ここからはいよいよ実践編です。どうやって最初の一歩を踏み出せばいいのか、一緒に見ていきましょう。このテーマに投資する方法って大きく分けて2つあります。個別株か ETF か。個別株っていうのは特定の会社の株をドンと買うやり方。当たれば大きいけどその分リスクも高い。一方 ETF っていうのは電力インフラ関連の会社をいろいろ集めてパックにしたお弁当セットみたいなものです。いろんな会社にちょっとずつ投資するからリスクが分散されて値動きも比較的マイルドになります。攻めの個別株か守りの ETF か、どっちが自分のスタイルに合ってるかなって考えるのがまず最初のステップですね。でも投資を始める前に初心者の人がやりがちな失敗をいくつか知っておいてほしいんです。例えば自分がどれくらい損しても平気なのかよく分かってないまま始めるとか、テレビで見た話題の株に全財産突っ込んじゃうとか、あといろんなものに分けて投資する分散投資を無視すること、こういうのって本当によくある失敗パターンなので、ぜひ気をつけてほしいなと思います。特に株価が上がったり下がったりするのをただ怖がるんじゃなくて、そうなっても大丈夫なようにあらかじめ計画を立てておく、これがすっごく大事なんです。じゃあ実際に始めるための超簡単なチェックリストです。まず自分がどれくらいのリスクなら OK か自分の性格と相談すること。次に証券口座を開く。これ今ってスマホでしかも無料でびっくりするくらい簡単にできちゃうんですよ。口座ができたらその中のテーマ検索みたいな機能で蓄電池とか送電網ってキーワードを入れてみてください。そうすると関連する会社が出てきます。そして最後に、もし投資するなら利益に税金がかからなくなる NISA っていうお得な制度を使う計画を立てること。これが賢いやり方です。最後にちょっとだけ皆さんの未来について一緒に考えてみたいことがあるんです。それは投資をするかしないかというよりも、何もしないことのコスト、つまり代償についてです。ちょっと想像してみてください。今から10年前、2014年のことです。あなたの周りで太陽光発電がこれから来るらしいよって話を聞きました。でも、まだ早いかなとか、なんかよくわかんないしなって思って結局何もしなかった。その後の10年で何が起きたか、皆さんもよくご存知ですよね。今回僕が一番伝えたいのはこの問いかけなんです。もちろん投資にはリスクがあります。元本が保証されない。それは絶対です。でも今の時代、銀行にお金を置いているだけでインフレでその価値が静かに減っていく中で、何もしないっていう選択、それ自体には本当にリスクはないんでしょうか？大丈夫です。今日こうして話を聞いてくださったことで、皆さんはもう情報を知るという大事な第一歩を踏み出しています。ここから先は焦らず、ご自身のペースで一歩ずつ進んでいけばいいんです。知識は力になりますからね。今日のこの話が皆さんが未来を考える上で何か少しでもヒントになれば本当に嬉しいです。